はい、皆さんこんにちは。今日は和歌山県の加太というところに来ています。ここから船に乗って友ヶ島という無人島に行って今日はソロキャンプをしようと思います。友ヶ島行くのは2回目なんですけれども、キャンプするのは初めてなので非常に楽しみです。はい、9時出港の便のチケットが取れたんですけれども、もうかなり人が並んでいて満席のようです。じゃあもう少ししたら出港するので出発したいと思います。じゃあ行ってきます。乗車券のご提供大阪湾と紀伊水道の境目に位置する北谷海峡に浮かぶ4つの無人島、地の島、上島、沖ノ島、虎島を総称して友ヶ島と呼びます。その歴史は古く、7世紀後半飛鳥時代には修験道の開祖役行者がこの地を修行の出発点に選び、重要な行場とされました。やがて江戸時代になると黒船の来航に備えて大阪湾を守るための軍事拠点となります。明治時代には由良要塞として複数の砲台が築かれ、最盛期にはおよそ600人もの兵士が駐屯していました。現在もレンガ造りの砲台跡や弾薬庫が島内に残されており、当時の雰囲気を今に伝えています。戦時中は軍事機密として地図からも姿を消し、幻の島と呼ばれていましたが、戦後は瀬戸内海国立公園の一部となり、一般に開放されたことで多くの観光客が訪れるようになります。ジブリ映画「天空の城ラピュタ」を思わせる幻想的な廃墟の風景は今も多くの人々を引きつけています。ここにあれですね、自動販売機ありますね。水がなくなったらここで補給できます。先ほどあちらの管理事務所の方で、キャンプ場の手続きと、あと赤井の方まで行くための、通行許可証をもらいました。こちら申請しないとそちらまで立ち入れないそうなので注意してください。はい、昨日は誰もテントサイトを使ってないようなので、今からキャンプ場行ってテント張ろうと思います。はい、こちらカフェもありますね。まだ営業時間前かもしれませんが、ここでお昼ご飯も食べれますね。はい、こちら修験道の、行場の一つになっているので、修験者の方の先達によって虎島の方に向かう人たちがいます。今野々浦桟橋にいるんですけれども、こちらからまずは南垂水キャンプ場まで行きます。では行ってきます。こちらですね。南垂水広場はこちらですね。こちらに井戸がありますが、これは飲めないようです。
トサイトはどこなんでしょうか。この辺っぽいけど、どこがテントサイトかな。これかな。あ、C 区画、これですね。一番隅っこの A 区画です。はい、こちらですね。テントの設営が完了しました。いや、めちゃくちゃ暑くて汗がダラダラでした。こう遮るものが何もないので結構辛いですね。ではこれから島内探索をしていきたいと思います。赤い方面に行こうと思います。こちらですね。日陰入ると涼しい。はい、あちらに見えてる島が上島ですね。虎島まで 1.7 キロ。はい、立ち入り禁止となってるんですけど、通行許可証をいただきましたので、ここから先入っていきます。はい、こちらは新社池という池につながる道ですが、ここはさらに特別な許可が必要なので入ることができません。はい、じゃあ赤い方面に進みます。はい、こちらに見えているのが虎島ですね。葛城修験の、第一番経塚がここにあります。ただしこちらも特別な許可がないと入れないので島には行けないんですけれども、こちらが虎島です。こちらが赤いの木です。はい、ここから先虎島の方には、はい、許可がないと渡れないので行けるのはここまでとなります。虎島には役行者が開いた行場の一つである除本窟があり、葛城修験の第一経塚として古くから重要視されています。島全体が険しい地形を生かした山岳修行の場で、現代でも修験者が巡礼や修行に訪れています。キャンプ場でお昼を食べるか、もしくはさっきの桟橋のところにあったカフェで何か食べようか、どうしようかな。はい、めちゃくちゃいい天気で気持ちいいです。風が吹いてると涼しくて気持ちいい。はい、この上の方が第4砲台跡ということなので、ちょっと行ってみようと思います。
こちらが第4砲台跡です。実際の砲台はこっちですね。ここに懐中電灯があるんで、ちょっと借りてみましょうか。はい、じゃあ第4砲台跡行ってみます。これはライトがないと厳しいですね。ここは何だろう。もう広い。上の水滴がめっちゃ綺麗です。水滴だよねこれ。涼しい。上があれですかね、砲台の撃つところ、わかんないですけど。すごい。これが砲台跡ですかね。怖っ。こっち行けるのかな。うわ怖っ。どこに繋がってんだこれ。これも先ほどと一緒の倉庫みたいなとこですね。上に出れるみたいです。向こうの方まだ行ってないところがあるんで、ちょっと戻りたいと思います。こちらも行けそうです。なんかどうなってんだこれ。二手に分かれてるけど繋がってんだな。繋がってて、こう上に上がるみたいですね。これちょっと上に上がってみましょうか。おっと頭が落ちそうだった。危な。ここが砲台なのかな。まだあった。そうですね、ここが砲台みたいですね。地下は涼しくていいんですけど、ライトを消すと本当に真っ暗で何も見えないです。怖いですね。びっくりした。はい、反対側まで来ました。これより先水たまり、足元に注意。これは無理か。濡れそうですね。ちょっと水が結構深いので、ここからはちょっと無理そうです。こっちはなんだ。上行ける。行くか。狭っ。
うわびっくりした。なんか変なのいる。変な虫がいた。怖い怖い。こっちも先ほどの倉庫みたいなところですかね。涼しい。ここまで来るとめっちゃ涼しい。はい、そうですね。ここは倉庫。こっちから出られそうですね。おお、ここか。はい、第4砲台から出てきました。はい、なかなか久々にこう砲台跡来ましたけど、真っ暗でめっちゃ怖かったです。はい、でもこの外の暑さとは比べられないくらいめっちゃ涼しくて気持ちよかったです。じゃあちょっとお腹空いてきたんで桟橋行ってカフェでなんか食べようかなと思います。はい、桟橋のところまで戻ってきました。カフェ結構人がいそうです。はい、カフェでペペロンチーノ頼みました。一度南垂水キャンプ場の方に戻って行ってます。確かにちょっと色がついてるんで飲めなさそうな色してます。はい、先ほどテント張った時は誰もいなかったんですけど、今見ると埋まってますね。テントサイト5つあるんですが4つ埋まってます。ただいま4時半を過ぎたところです。ずっとテントの中で休憩してたんですけれども、そろそろ涼しくなってくる頃だと思うんで、まだ行っていない、島の西側の方ですね、砲台がたくさんあるところを、回っていこうかなと思います。日帰りの観光客も、そろそろ島から出る頃だと思うんで、人が少ないところでゆっくり回れるかなと思います。このキャンプ場、日陰がほとんどなくて、暑いんですけれども、虫が全然いなくて、それがすごいいいですね。はい、桟橋のところまで戻ってきましたが、はい、人は誰もいないです。はい、最終便がもう出た後なので、残ってる人はもうキャンプで泊まる人だけですね。もうこの島から出たくても今日はもう出れないということですね。島流しに会うというのはこういう気分なんでしょうか。おー、びっくりした。びっくりした。こちらは防災和歌山市です。和歌山市から5時をお知らせします。あ、そういうこと。5時みたいです。はい、灯台の方に行ってみようと思います。昔は旅館だとか軽食屋さんとかあったようです。はい、こちらが第2砲台跡です。
はい、第二砲台跡の中には入れないようですね。はい、もう結構崩れてます。はい、灯台が見えてきました。友ヶ島灯台です。はい、これは上に登れるのかな。入れないよね。はい、こちらが友ヶ島灯台です。こちらが4号線広場というところで、東経135度の4号線がここを通っているということです。はい、西があっちなんで、こういう感じで線が通ってるってことですね。こちらが第一砲台跡のようです。今は立ち入れないみたいですね。風が強い。はい、こちらが大助松海岸というところです。小展望台。おお、高いですね。こちらが第三砲台で、こっち側が大展望台です。こっちから行ってみよう。こちらが鷹の巣山ですね。結構見えますね。あちらが和歌山方面ですね。この辺が和歌山市でしょうか。あそこが空島ですね。灯台が見えます。気持ちいい。はい、それでは第三砲台跡の方に行ってみたいと思います。そろそろ日が沈みそうなんで、砲台跡もかなり怖そうですけど、はい、第三砲台跡です。ちょっともう怖いんですけど大丈夫でしょうか。うおー、怖っ。ちょっとこれはヘッドライトをつけて、うわ、怖いな。今確実に誰もいないですからね、ここには。はい、構造はさっきと一緒みたいですね。こういう倉庫があって、はい。ここに一応電気がつくのか。センサー。
つかないな。電気がついた。自動で電気がつくんですもんね。こっち一応電気つくみたいですね。はい、こちらが砲台跡です。先ほどの第4砲台跡と構造は同じのようです。はい、ここで終わりみたいですね。はい、こちらで終わりです。上行けるみたいだけど、ちょっともう一回やるところ。じゃあここから降りていこうか。なんか、こっちもある。これはそうだよね。あ、行き止まりだ。あ、なんかここはこの木は何なんだ。あ、違う、出れる。あ、いや、立ち入り禁止ですね。なんかカエルみたいな鳴き声してるし、怖いな。どっから来たんだっけ。こっから来たのかな。ぽいですね。出てきた。はい、やっぱ誰もいないと怖いですね。あ、こっちもある。ここが写真でよく見るところですかね。明るいところに出てきて、商工宿舎跡。はい、じゃあこのまま南垂水広場まで戻ります。
はい、キャンプ場のところまで戻ってきました。はい、今ぐらいの時間だと涼しくていいですね。はい、今日泊まるのは3組ですね。一番向こうの人たちはデイキャンプだったみたいで今はいないです。はい、テント張ってるのが私含めて2つと、テントなしが1名いらっしゃいます。はい、今日の夕ご飯はアルファ米と無印のバターチキン、はい、無印いっぱいカレーの種類があるんですけど、これが一番人気ということでちょっと買ってみました。はい、できました。かなりボリュームいっぱいですが食べたいと思います。はい、今9時過ぎですけれども、ご飯も食べて寝る準備ができたのでそろそろ寝ようかなと思います。風が強いのでテントが飛ばされないか心配ですけれども、それでは今日はおやすみなさい。はい、おはようございます。ただいま朝の4時半です。昨日は結構風が強かったんですけど、はい、寝袋入らなくてもいいぐらいのちょうどいい、気温で、はい、ぐっすり寝ることができました。隣の人はテントを張らずに寝てたんですけど大丈夫だったのかなと、それがちょっと心配ですけど、こんな感じですね。せっかくなんで、朝の散歩にもう一度鷹の巣山に登ろうと思います。まだ涼しいんで、はい、サクッと登ってこようかなと思います。はい、1キロぐらい歩いて第3砲台跡まで来ました。今回ヘッドライトを持ってきてないんでちょっと怖いですね、これは。ちょっと砲台内部まで入るのは怖すぎるんで今日はやめときます。もうだいぶ日が昇ってきました。おー、めっちゃ綺麗に見える。昨日全然見えなかったんだけど、あちらは淡路島方面ですね。おー、すごいすごい、めっちゃはっきり見えます。いやー、いいですね。はい、ではまたキャンプ場の方に戻って朝ごはんを食べたいと思います。そしたらもう今日はあまりやることがないのでテント撤収して、はい、朝の便で帰ろうと思います。朝のうちはまだキャンプ場の部分は日陰なのでいいですね。まだ涼しいうちにテントが撤収できればベストなんですけども、もう帰る方がいらっしゃいますね。はい、テントの撤収が終わりましたので、桟橋の方に向かいたいと思います。はい、日陰の状態で撤収できてよかったです。最初の便が
9時半ぐらいになるかなと思うんですが、まだ8時前なので、それまで特にやることがないですね。はい、桟橋のところまで戻ってきました。当然まだ船は来てないので、ここでどのぐらいだ、1時間以上の時間を潰さないといけないです。今電話ありまして、今日の、船が午後の便が欠航するということなので、こういうこともあるということですね。はい、管理事務所の方が来られたので、ちょっとキャンプのあれを返してこようかな。すいません、こちら返却します。お疲れ様でした。はい、最初の便が桟橋に到着しました。今日は午後から欠航ということなんですけれども、それでも結構来る人が多いですね。はい、ありがとうございます。さようなら、友達します。結構します。昨日はまだつながってたようですけど、今は完全に離れてます。斜めの断層がはっきり分かります。今回は友ヶ島にキャンプに行ってきました。キャンプ場としては水場とか炊事の設備とかがないので、普通のキャンプ場と比べると、足りないところは多いんですけれども、何より無料ですし、非常に綺麗で過ごしやすくて快適なキャンプ場でした。あと友ヶ島には観光するスポットもたくさんありますし、非常におすすめのキャンプ場です。定期便の最終便が出港した後は島にはほとんど人がいなくなるので、その後で砲台跡とか観光スポットを巡るのもなかなか楽しかったです。それではお疲れさんでした。